もし自由意志があるとしたら、どっかに自由意志がね、わずかでも発露した時点で、この宇宙は崩壊します。自由意志があるということは、つまりは、それは摂理の外に出る力を持っているっていう話になるからです。摂理っていうのは、あと因果関係とかっていうのも全部、この複雑系というものの表現の一つなんですよ。これも前からお話ししてますけども、はい。ねえ、太陽があって、その周りを365日、自転というものをしながら周遊しているのが地球で、その地球の周りを自転することなく公転しているお月様がありますと。ね。この宇宙における惑星の動きっていうのは、さっき言ってた複雑系なんですよ。ね。例えば太陽が主人になってリーダーになって、みんな俺の周りをこういう風に回ってくれとかって指令を出して、ウィッスを親分って俺回りますとかやってるわけじゃないでしょって話な。ね。それは、各々が持っている性質。例えば宇宙にある、例えば、えーっと、万有引力の法則だとかっていう摂理の一つですよね。そういう性質によって質量に伴った重力が生まれ、それねの距離感だとか質量だとかっていうんで、超絶もうそうならざるを得ないというね、運行が起きている、複雑系で動いている。そうならざるを得ない。ね。これ、もし自由意志が発露したらこのバランスが一瞬で崩れるってことなんですよ。意味わかります？だって自由に動けちゃうことになるんだから。地球が突然、今日ちょっと自転の方向逆回転させていいですか？だとかさ。ね。うん。で、なぜ、こういう超絶そのバランス、相互関係、複雑系で完璧なバランスで運行している宇宙において、人間という種だけが、その摂理に逆らう、ものすごい力を持っていると思えるんですかって話なんです。わずかな狂いでも、いずれその狂いは大きな狂いになっていくんですよ。そりゃそうですよねってなりますよね。スーパーマンどころじゃないんだよ。自由意志っていうのは、もう超能力も、霊能力も全てを上回る、摂理に逆らう、その外に出られる力を持つっていうことなんだから。だってさ、もうほんと、これよく笑い話でするんだけどさ、あんまりまた家族のことを話すとあれなんだけど、僕の母はとても、あの、なんか体質的に便秘体質なんですね。びっくりするぐらい、たまに会うと、いや、また1週間便が出てないとか言うんですよ。自分の便自分で出せないで自由意志ってありえます？あの、便すら出せなくってさ、ねえ、いろんなその人生を動かそうとかさ、あの、他者を動かそうって無理やん。うん、フリーダムさん、心臓も自分で動かせないってそうだよね。だからこれも心臓の動きも
呼吸っていうのも私がしているんじゃなくって、複雑系というシステムで成り立っているんですよ。ね。脳が心臓を動かしているっていう言い方はできないんですよ。連携、相互作用だから。もし、脳の中にね、この心臓や呼吸を司っている私と言える自由意志があるんだったら、人間は自殺するの簡単なんです。その意志を持って心臓の動きや呼吸を止めてしまえばいいからです。で、こういう風に見ていくと、どこにもこれが私ですってさせる部分がないですよねっていうことなの。ね、変化し続けて私と名付けている現象はありますよと。で、その現象の中に自由意志を持ってコントロールできる主人なんていないよねって話なんです。それなら、漬物を食べようとかは、食べようとかは、ビオフェルミン飲もうとかはコントロールできるように感じる。うん。だからそれはね、さっき言ってた誤運があるから、そういう誤解になるよねって話なんです。で、そもそもその漬物を食べようという意思は、私が作り出したんですか？ビオフェルミン飲もうっていうのは、私が作り出したんですか？違いますよね。縁があったからビオフェルミンの存在を知ったわけだし、ね。例えば、お腹が空くということがあるから食べるという行為につながるんだよね。そもそもそれ以前のお腹を減らそうだとか、しょっぱいもん食いたいなって、これは衝動として湧いてきているのであって、自由にやっているわけではないですね。国際さんの話聞くとそうだなって思うんだけど、日常に戻ると忘れちゃう。そうなんですよ。それもさ、忘れようっていう風にコントロールした結果じゃないでしょって話なの。例えばさ、私っていうのはその記憶の束のことですよっていう言い方とかするから、あ、そうか、記憶が私なのかとかっていう風にね、その言葉尻を捕まえるとまたおかしなことになって。だけども、この記憶もさ、私コントロールなんてしてないでしょって話なんです。いいですか？ね、記憶がどういう風になってるか確認していきますよ。はい。先ほどね、日常に戻ると忘れちゃうって言ってたゆうゆうさん。はい。ね、忘れない方がいいと思っていても忘れるということが起きているんですよね。あるいは皆さんもね、ここ1ヶ月間の毎日の献立、遡って思い出せなくなるでしょっていうことなんですよ。何食べてきましたかって。ね、で、それっていうのは、忘れよう、そのデータを消そうっていう風に意思を持って行動したわけじゃないですよね。忘れるということが起きたんですよね。で、一方で、ね、じゃあ何でもかんでも忘れるようにできているのかっていうとそんなことなくって、もう誰かから一度言われた一言がもうずーっと残ってるって、何ヶ月も何年も引っ張ってるみたいに、忘れたいけど忘れられないみたいなことに縛られることもありますよね。思い出したいけど思い出せないっていう経験がある一方で、何の脈略もなく突然ポーンと今と関係ないことが思い浮かんじゃうっていうこともありますよね。ね。もし、この記憶というものをコントロールできる私がいるんだったら、覚えておきたいものを覚えておいて、忘れたいものを忘れられるはずなんですよ。受験勉強なんてめっちゃ楽ですよ。何度も何度も予習復習なんてしなくっても、一回教科書読んでこれ忘れないぞでいいんです。
だからノンデュアリティスピーカーは、私なんてものはいませんよ、自由意志はありません。すべては起こっていますっていう。やっているんじゃないの。起きているの。ね、その起きている状態の中に、今ね、僕たちが感じている感覚っていうのも成り立っている。例えばもう叩いたら痛いよって。痛みはあるよと。痛みがあることは事実だけど、その痛みの持ち主が存在しないっていう。ただ感覚のみがあるって話になる。ね。だから、感情はありますよって。でもその感情の持ち主なんてのはいないよって言ってるわけ。記憶はあるよって。だけど、記憶の持ち主はいないよって話なんです。で、ここまでね、なんとなく分かってきました？私がいないということは、他者もまたいないんです。